こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちら。すごくね、かっこいいイラストですよね。ロケットマートさんの作品で、タイトルはジョン・ドエ。マフィアが幅を利かせている治安の悪い裏路地で怪しい薬を売っているオリジナルキャラクターを描きました。繁華街から差す光に照らされながら地べたで寝転がっているシーンをイメージしています。カラーイラストへの苦手意識をなくすためにいろいろな塗り方を練習していて、ふと今まで描いたことのない厚塗り風に挑戦しようと思い立って描いた1枚です。添削してほしい部分は、気になっている部分としては、差し込む光のギラギラ感が思ったように表現できていないことと、キャラと地面が同化して見づらくなってしまっていることです。また得体の知れなさ、怪しさ、暗さといった部分が先行しすぎて、全体的に彩度が低くなりすぎている気がしています。自分なりに何度か修正を重ねてみたのですが、今の自分の技術だけでは限界があると感じたため、アドバイスいただきたくご応募させていただきました。上記の点以外にも気になる点がございましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。とのことです。はい、まずですね、キャラクターがすごく魅力的に描けているなと思いました。ちょっとね、いやらしい感じのニタッとした笑みとか、あとはゴツゴツして筋張った手で、その手でちょっと顔を触れている感じとかもすごくいいですね。はい、素晴らしいです。キャラクターの造形自体はね、もう全然文句がないので、このままで問題ないと思います。ではどこを添削していくかなんですが、ロケットマートさんがコメントでおっしゃっている光のギラギラ感ってやつですね。治安の悪い裏路地で繁華街でギラギラした光に照らし出されながら地べたに寝っ転がっている男の人っていう、そういう部分をイラストから感じにくいところがこの絵の最大の問題点だと思いました。で、今回の添削のテーマなんですが、ストーリー性です。一枚絵って漫画と違ってですね、1枚の中に含めるべき情報が実はね、多いんです。漫画だと前後のやり取りや、あとは1話通しての流れの中で見せていくので、作者さんが描いたイラストで、漫画のワンシーンとしては全然申し分ないんですが、イラストってですね、その前後関係も含めた時間軸をギュッと1枚に凝縮しなきゃいけないので、想像を張り巡らせる余地を演出として絵の中に含めないと、なんていうかな、見応えがなくなってしまうんですね。なので1枚絵の中で見応えをどうやったら出していけるのかについて解説しつつ添削を進めていこうと思います。でね、皆さん見応えを出そうって言われたらどうしますか？これね、多分多くの人が書き込み量を増やす、細かく丁寧に書き込むって思うかもしれませんが、それ完全に間違ってますよ。見応えをアップするには、とにかく色です。色をどうにかしましょう。まずはこうします。はい、まずですね、全体的に少し暗くしました。ギラギラした光を演出するには、まず暗い夜の空間でなければいけないので、一旦ね、暗くします。で、細かいこと言うと、その中でもキャラクターは少し浮き立たせたいので、キャラクターのこの胸元の部分だけ気持ち明るく調整しております。そしたら、ここから光の演出を加えていきましょうか。まずは、こうです。はい、怪しくギラギラした光ということなので、右側にマゼンダ色のネオンカラーと、あと左側にもね、違う色のライトを追加させていただきました。ロケットマートさんのイメージとしてはギラギラした感じを目指しているということなので、ギラギラした感じを目指すには右側と左側違った色味のライトを追加するのが、ギラギラ感が出ていいと思います。でもですね、まだそんなにギラギラした感じ十分ではないので、さらにこうしていきましょうか。はい、地面に映り込むネオンのライトですね、これを書き込んでさらにギラギラ感を演出していきます。はい、そしてですね、もう勘がいい人は気づいたかもしれませんが、地面にネオンのライトがはっきり映り込むのってどういう時かなっていうと、そうです、地面が濡れてる時ですね。今回のイラスト、僕はですね、雨が降っていて地面が濡れている状況の方がこのイラスト、もっと言うとこのキャラを引き立たせてくれるのかなと思いました。はい、これはですね、さっきも言った一枚絵は漫画の一コマよりも情報量を上げなきゃいけない、
っていう部分に関わってくるんですが、漫画だとですね、このキャラがひどい気分でこんな薄汚れた繁華街の地面になんでぶっ倒れているのかって前後のストーリーを通して描けるんですよ。でもイラストって基本的にね、前後がないですよね。この1枚だけでこのキャラがどんなひどい気分なのか、どんな惨めな境遇なのか、その中でもこんな不敵な笑みを浮かべているこのキャラの内面性、そこまでね描かなければいけません。いや描ききるのは難しいかもしれませんが、そういうストーリーに想像を巡らせるための取っかかりぐらいは作らなきゃいけないんですね。そのためには綺麗で何もない地面より雨でねベシャベシャになっている地面にして、でそこに倒れている男性を描いてあげる。そういう絵にすることで見た人が、うわ、なんでこんなところに倒れてんの、もしかしたらこの直前に殴られたのかな、誰に、マフィアの親分、もしかして色恋営業でお金を騙し取った女性客みたいな感じでね、いろいろな想像を見ている人にしてもらうための足がかりを地面一つで作り上げることができるんですよ。これねめちゃめちゃ大事なので覚えておいてください。さあ、少し長々と語ってしまいましたが、地面だけじゃなく体にもねライトを当ててキャラを浮き立たせていきましょうか。まずは右半身から。はい、右半身に赤いライトを当ててきました。さらに左半身にも当てていきますね。はい、右半身と左半身、左右別々の色のライトが当たっているので、体にも別々の色のライトが当たっているようにね描きます。そうすると何がいいのかっていうと、色と色同士のぶつかり合いが起きるんですよね。例えばですね、この右手を見てください。添削前は右手全部が肌色でしたよね。これはこれでね自然に見えるんですが、でもねドラマチックな感じにはなかなか見えません。でも変更後を見てみるとどうでしょう。色が当たっている部分は赤寄りの暖色になっていて、影になっている部分は少し緑がかったような感触に触れています。緑と赤、この2つは補色関係にあるので、色と色同士のぶつかり合いが起きます。これによってドラマチックな演出ができるので、見た人の気分や想像力をぐぐっと高められる仕掛けができるんですね。はい、まだ現時点で細かい書き込みなんてしていないんですが、ほら印象がねかなり違ってきたのがお分かりいただけると思います。で、色って面白いですよね。はい、ただですね、色だけをいじっているとちょっと幻想的にはなっていくんですが、どこかねちょっとふわふわしたような、地に足がつかないようなイメージ的な絵になってしまうので、少しだけ書き込みを増やしていきます。まずは地面にタイルを書き込みましょうか。はい、こんな感じ。それと濡れているような質感にしたいので、このネオンの反射光を一工夫します。こんな感じ。はい、まだ途中なんですが、これ何をしてるかっていうと、こういうね透明な丸ブラシを使ってちょっとね点々点々っていう感じで、少しねこの光を周囲に拡散していくようなイメージで、これ丸いドットを散らしていくような感じです。はい、続きやっていきます。はい、地面にねビシャビシャビシャって雨が降り注いでいると、地面というか正確に言うと水面になると思うんですが、水面にね細かい起伏が生まれると思います。この雨が落ちた衝撃でですね。なのでそこに反射するネオンもぐにゃぐにゃぐにゃってね変形するはずなんですよね。なのでこんな風に映り込む光をぐにゃぐにゃにしてあげると、今雨降ってるんだなっていう、そういう状況を地面だけで説明することができちゃいます。はい、そしてこうですね。はい、降り注ぐ雨も追加しました。ちなみにね、雨をこのように線で世界で初めて表現したのは歌川広重っていう日本の浮世絵の絵師だと言われています。今ね線で雨を表現するのって結構普通になってますが、当時はねすごく画期的な表現で、広重の絵を見て世界中の画家がびっくりしたそうです。
はい、広重やばいですね。さあ次、キャラクターの部分に行きましょう。キャラはね、もうすでによく描けているので、ほとんど手を入れるところはないんですが、ちょっとね、全体的に黒が溶けすぎていて、見えづらくなっている部分がもともとありました。はい、しかも暗くしたので、なおさら見にくくなったかもしれません。なので、光に照らし出された部分だけ、分かりやすく形を補強していきますね。まずは、髪の毛から。はい、こんな感じです。髪の毛の色を持ち上げると、一気にね、キャラクターって見やすくなります。さらに、顔の部分に行きます。はい、顔の部分はですね、少し雨に濡れていることを考えて、ちょっとだけハイライトを追加させていただきました。ほんのちょっとのハイライトなんですが、これだけでも濡れている感じが出るんですよね。さらに地面にへばりついているような髪の毛も描き加えてあげるといいかもしれません。やってみます。はい、こんな感じ。一気にね、雰囲気が出てきましたね。あとはジャケットも少し光と影を整えていきます。あと胸元のこのアクセサリーですね。これも結構印象的なアイテムなので、色味で少し強調してあげてもいいかもしれません。はい、こんな感じですね。あとですね、細かいことなんですが、ちょっとお腹に添えている左手なんですけれども、少し沈んじゃってるんですよね、全体的に見ると。いや、色としてはね、あんまり強調しないように、意識的に目立たせないような色味にしてあるのはそうなんですが、存在感がなさすぎるのも問題です。そういう時にどうするかっていうと、こうします。はい、線を部分的に太らせてあげて影を作ってあげます。そうすると存在感がなくて溶けてしまっている部分をちょっとだけ持ち上げることができるってわけです。はい、最後の仕上げ、見応えをワンステップアップするためのワンポイントテクニックでした。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。キャラクターの造形自体はほとんど変えていないにもかかわらず、かなりね、印象が変わったのがお分かりいただけると思います。はい、今回は1枚絵の見応えをアップするにはどうすればいいのかという点について添削を通して解説してきました。漫画と違ってですね、1枚絵は状況やストーリー、あるいはキャラクターの気持ちまで含めて想像できるような絵ができると見応えがアップします。そういう意味で原作前のイラストはキャラは確かに描けているんだけど、でもライティングや背景の状況からキャラの気持ちまで察することができるような絵にはなっていませんでした。なので僕はこのように、男性が生活しているのは昼の世界じゃなく夜のギラギラした世界なんだよということで、ギラギラしたライティングを、そしてこの男性の気持ちはぐしゃぐしゃしたようなひどい状況なんだよということで、雨に濡れた地面を描くことでこのキャラクターの気持ちをより想像しやすいような仕掛けを作ってあげたわけです。はい、いかがだったでしょうか。いつもはね、可愛い女の子の描き方を解説することが多いんですが、男性の描き方についても解説することがあります。例えばこちら、厚塗りのコツ伝授バキラヘンの表紙色塗ってみたは格闘漫画バキラヘンの表紙のイラストの塗りを板垣先生にご依頼いただいたんですが、色がね塗られていない線画の状態からカラーのイラストに仕上げるまでの一部始終を解説しながら、男性的なイラストの厚塗りの仕方について解説しています。興味があればこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後にあのコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。
僕にあっち向いてホイを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてホイ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。